藤原でございます。今回は僕の著書33歳、仮想通貨でファイヤーした僕の投資法というね、本が1月1日に出ましたけども、それに連動する動画ってことで3本動画あげます。で、それの1つ目になります。これは本の内容を説明したらね、あまり意味ないので、本は本で読んでほしいんですけど、それぞれの章に対して僕からの補足みたいなのをちょっと付け加えていくっていうね、動画にしたいなと思ってます。まずね、序章のね、仮想通貨なら送り人に簡単になれるっていうところなんですけど、これは本当に僕本心でそう思っててね、別に煽るつもりとかなくて、仮想通貨って結局ボラティリティが高いので、持ったコインが10倍になる100倍になるって全然あるわけですよね。で、送り人っていうのは資産1億円以上になる人のことを指すわけなんですけど、じゃあ例えば1000万円なんとかね、サラリーマンやって貯めて、それを頑張ってね、めちゃくちゃ上がりそうなアルトコインに仕掛けたと。で、それが10倍になりましたって、そういう話ざらにあるわけですね。そしたらもう簡単に1億になるっていう。そういうことですよ。あるいは今100万円しかなくても、10倍にして、1000万にして、で、さらにもう1回10倍にして、1億にすると。2回に10倍踏めば、1億になるという意味では、そんなにやっぱ仮想通貨が送り人になるってね、難しくないんですよね。本当に。僕の投資金、元々の投資金額600万ぐらいなんですよ。でも今はもう100倍ぐらい持ってるわけなんで、やっぱ仮想通貨で億超えの資産を築くのはそんなに難しくはないかなと僕は思ってます。で、特に株とか不動産で、10倍にするって相当難しいと思うんですよね。株だと本当にもう例えば日本株で言うと3000何百とかっていう銘柄のうち1年で10倍になる銘柄なんてもうほんと数えるほどしかないわけじゃないですか。で、それを当てるってなかなか難しいんだけど、でも仮想通貨投資だったら、例えば2021年に10倍になったコインってもういくらでもあるわけですよ。に考えたら、やっぱり投資効率的に考えても、株の投資より仮想通貨の方が全然やっぱり、資産増えやすいよねと。その一方で10分の1とかになるリスクが、あるので、そこはちゃんとリスク管理しましょうっていう。トレンドライン引いて、ここあったらすぐ逃げるって決めるとか、ファンダが悪いコインに投資しないとかね、時価総額が低い草コインに投資しないとか、それなりにリスクが防げる、ルールを自分で決めてしまえばいいかなと思ってます。その辺はちょっと皆さんでね、ちょっといろいろ考えてほしいなと思ってます。で、僕がちょっと最近思って日本人にあるあるなのが、日本人ってね、一発逆転みたいな、一発逆転というか、一発当てたがるんですよ。やっぱギャンブル好きなんですよ、日本人って。これだけギャンブルがたくさんある国って多分他にないと思うんですよね。こんだけパチンコ屋があって、競馬場があって、競艇があって、競輪があって、宝くじもあってて、こんだけギャンブルにまみれた国ないと思うんですよ。だから日本人って実はお金好きだし、ギャンブル好きなんですよ。だから投資をするときもギャンブル性みたいなところを求めがちなんですよね。10倍になりそうなコイン買ってみようとか、100倍になるとかってインフルエンサーが煽ってるコイン買ってみるとかってやりがちなんですけど、アメリカとかの頭いい人たちはあんまりそういうことはしないんですよね。着実に上がる銘柄を買う。例えば、S&P500 に連動したインデックスファンドを買うとか、あるいは、上がった当然の GAFA の株を買うとか、そういう保守的かつ確率上がるよねっていう感じの銘柄に張りやすいんですよ。だからアメリカ人ってやっぱりビットコインとかイーサリアムとかが好きなんですよ。で、そういう風に投資していけば着実に資産増えていくのに、100倍になるかもしれないけど100分の1になるかもしれないみたいなコインに、日本人って張りがちなんですよね。だからそれをちょっとやめるようにしたらいいかなと思います。もちろんそういうコインたまに投資してもいいと思います。僕もカスみたいなコイン買いましたよ。同時理論とかね、ベイビー同時とか、上がる理由ないミームコインにも投資したんですけど、でもそれはリスク管理してるんで、実際僕の資産の9割ぐらいはビットコインとイーサリアムなんで、残り1割は消えてしまってもいいやって感じでちょっとね、ギャンブル的に投資するんですけど、でもそれは資産の10分の1以下で投資してるからあんまり気にしてないっていうことなんですよね。で、そんな感じでしっかりリスク管理をした方がいいかなと思ってます。で、
当然でもね、送り人に簡単になれるって言っても、投資金額が少ない人っていますよね。ほんと1万円投資しましたとか10万円ですとかっていう人が送り人になるのは、それは難しいんですよ。それはもうめちゃくちゃ難しい。だからやっぱりね、その投資金額はそれなりに大きいことに越したことがないと思います。最低でも100万ぐらいはないと1億作るのは難しいかなと思いますね。だからその100万円とか1000万とかを投資できるように、やっぱりしっかり自分の所得を上げるってことね。その本業を転職して変えてみて収入を上げるとか、あるいは本業やりつつ副業やって収入増やすとか、やっぱり収入自体を増やしていくってことも大事なわけですね。で、それについては、僕のサブチャンネルの藤原大学の方で、そういう副業とかについて扱ってるので、ちょっとそういうね、動画も見てみてください。あとですけども、前半の部分でいくと、仮想通貨を売り買いしようってことで、仮想通貨の、ビットバンクとかね、もろもろのその取引所の紹介とかもやってます。で、これについて正直なところ言うと、まず日本の取引所は皆さん必要ですね。日本居住だったらね。日本円に最終的にしなきゃいけないので。ビットバンク、これが一番いいですよ。やっぱりね、日本の取引所で言うと、ビットバンクは、指値取引ができるから、やっぱり一番いいっていうのはあります。で、それプラス、必ず海外の取引所もやっぱり開設するべきです。今、日本の取引所で、取り扱ってるコインって、時価総額10位以内のコイン半分もないんですよ。ね。半分もないのに、日本の取引所だけで投資するってやっぱもう無理があるじゃないですか。それが2017年とちょっと違うところかなと思います。2017年だと時価総額が高いコインほとんど日本で扱ってたんで、ビットコイン、イーサリアム、リップル、とかね、ビットコインキャッシュとか、ライトコインとかあったんで、問題なかったんですけども、時価総額変わってて、もうソラナとかさ、テラとか、アバランチとか、そういうその、時価総額高い、あとエイダーとかポルカドットとか、時価総額高いけど日本で指値取引できないコインがたくさんあるわけですよ。時価総額高いのに。そしたらもう無理なので、やっぱり海外の取引所でトレードしましょうってことなんですけど、一番のおすすめはとりあえずバイナンスは持っとくべきかなと。総合的な取引所でね。で、今かなりいいなと思ってるのがバイビット。バイビットは現物取引も100種類以上できるし、レバレッジ取引も100種類以上できる。で、バイナンスとかみたいに、ローンチプールとかステーキングも充実してきてるんで、かなり総合的な、取引所になってきてるんです。で、日本人がね、バイビットを使うメリットのもう一つは、クレジットカードで仮想通貨が買えるんです。だから、ビットバンクとかそのコインチェックから仮想通貨を送らなくても、とりあえずビットコインを仮想通貨、クレジットカードで買って、それをテザーとかに変えて、なんかね、その、日本にはないアルトコインを買うとかっていうことができるんで、バイビットは実際バイナンスより日本人にとっては使いやすいと思うんで、バイビットの口座持ってない人はぜひね、この機会に、動画の説明欄から、口座開設してみてください。スマホでたった1分で終わりますんで、やってみてください。そして、日本語でちゃんと表示してあるので、全部ちゃんと読めます。はい。そんな感じですね。ここについては、やっぱりその、ちゃんと取引所をね、選んでいかないと、そもそも買えなかったらね、全然話になりませんよっていうことですね。ということで、ちょっと第1章と第2章のことについて、ちょっと僕から補足してきました。で、この先の章についても補足する動画作りますので、ぜひね、見てください。動画のコメント欄にでもまたリンクを貼っておきますのでね。はい、ぜひよろしくお願いします。で、本持ってない人はね、本買ってください。Amazon でもいいし、楽天でもいいんで、ぜひね、本買って読んでみてください。この動画で説明しきらない詳細のところまでね、すごい、詳しく説明してあるので、1650円かかって恐縮なんですけど、本ね、仮想通貨投資やるんだったら僕の本買う価値あると思います。自信持ってね。はい、ということで、今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。
将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。で、入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットをメインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。